紀元前2200年頃、北半球を覆った気候変動。チグリス・ユーフラテス川沿いでは農業が不安定になり、世界史上初の大帝国、アッカドが崩壊。ナイル川でも毎年決まってあった氾濫が安定しなくなり、皇国は終わりを迎え、混乱の時代に入ります。この世界的な気候変動で巨大な権力が崩壊した地域もあれば、逆に環境への対応をきっかけに中央集権化が進む国もありました。黄河流域では乾燥と洪水が繰り返され、治水工事のための同意を前提とした国家の流れが始まります。そして日本列島も例外ではありませんでした。この気候変動は縄文から弥生への移り変わりに深く関係していきます。太古の昔、東南アジアに存在した広大な陸地、スンドランドを起点にした視点から日本文化の始まりについて考えるシリーズ。今回は縄文の村の経済を支えていた沖合漁が衰退し、稲作中心の社会へ移っていくプロセスを詳しく深く見ていきます。縄文時代後期、大きな環境の変化は2つあります。その一つは冒頭でお話しした世界的な気候変動と、もう一つは沿岸地形の変化です。関東平野の地図を見ると分かりやすいのですが、縄文時代には現在よりもずっと内陸まで海が入り込み、栃木県や埼玉県付近まで沿岸部が広がっていました。この縄文海進の状態が長い間続いていたのです。それが縄文時代後期になると、海岸線は次第に現在に近い位置へと後退していきます。この変化は地域ごとの地殻の動きなども関係するので、日本列島のどこでも同じだったわけではありませんが、特に太平洋側では影響が大きく、浅瀬の海が陸地と化していきました。その結果、貝や魚を取る場所が失われ、船をつける場所も遠くなってしまいます。地形が変われば海の流れも変わる。さらに寒冷化の影響が重なり、それまで季節ごとに安定していた大型魚類の回遊は来たり来なかったり、予測しづらいものになっていきました。沖合漁で大きな魚を得ることが難しくなると、人々はより小規模な狩猟採集中心の暮らしへと戻らざるを得なくなります。こうして縄文中期に発展した沿岸部の大集落での生活は、縄文後期には次第に成り立たなくなっていきました。縄文時代の村は何千年もの間、季節漁を通じた交流や儀礼によって文化と秩序を保ってきました。しかし、沖合漁が衰えると村と村の間の交流も薄れ、話し合いや決め事を共有する仕組みも失われていきます。この時代あたりから対人トラブルのあったことを示す人骨が増える傾向が見えるようになったといいます。それ以前にも争いがなかったわけではありません。ただ、話し合いや儀礼による和解、それができなければ季節漁に参加できないという暗黙のルールがありました。ところが、その仕組みが機能しなくなると、縄文人は争いを自分で避けなければならなくなります。その方法というのは、距離を置くことでした。川を伝って船で移動し、家族単位の小さな集団で分散して暮らすようになっていったのです。では、この川沿いの暮らしは本当にトラブルのない生活だったのでしょうか？結論から言うと、ここから次第に防御と戦いを前提とした社会が生まれていくことになります。一体何が起きていたのでしょうか？見ていきましょう。川沿いの平地や湿地帯は土壌が肥沃で水も豊富でした。小さな集団であれば狩猟採集を中心に自給自足の生活が成り立ちます。農耕は補助的で、社会は顔の見える関係。この段階までは問題は少なかったのです。しかし川沿いに暮らす集団が増えると、条件の良い場所に集落が集中し、集落同士の生活圏が重なり始めます。それまで距離を置くことによって保たれていた関係は次第に緊張をはらんだものへと変わっていきました。ここに稲作が本格的に加わります。水田は作るのに大きな労力がかかり、水路の管理も欠かせません。一度作れば簡単には移動できない。
つまり、争いを避けるために逃げるという選択肢がここで失われたのです。社会の性質も大きく変わります。せっかく築いた水田は手放せない。でも、この緊張関係は何とかしたい。さらに、稲作をもっと効率よく安定させたい。ではどうすればいいのか。農業社会を運営するノウハウ、川と田んぼをセットで管理する経験、集団労働をまとめる仕組み、争いを前提とした防衛の発想、こうした知識と経験をすでに持っていたのが渡来人でした。だからこそ渡来人は支配者としてではなくアドバイザーとして迎え入れられていったのです。それにしても渡来人はなぜその頃そんなに日本列島に来たかったのでしょうか。気候変動や海面の低下は日本列島だけで起きたことではありませんでした。日本列島は内陸へ移動することで環境変化に対応できましたが、朝鮮半島ではそう簡単にはいきません。内陸部はすでに王朝が支配する場所で逃げ込まる余地が少なかったのです。そこで海を渡り日本列島に向かうという選択肢が生まれました。しかし渡来人は一度に押し寄せたわけではなく、数百年かけて少しずつ小さな集団でやってきたと考えられています。彼らは知恵や技術を差し出す代わりに居場所と保護を得る、そんな関係を築いていました。そして婚姻を通じて根血も進んでいきます。その中で渡来人の宗教観、祖先を同じ場所に祀る墓を固定する習慣も取り入れられていきました。土地を共有し、移動を前提としていた縄文社会では墓を固定する必要はありませんでした。しかし、稲作が広がると、この土地は誰のものかということが重要になります。祖先を特定の場所に結びつける渡来人式の埋葬の方が当時の社会に合っていた、合理的だったというわけです。同時に祖先神中心の祭祀、収穫祭などの年中行事も定着し、家や集落の長が主導する儀礼が広がっていきました。では、縄文的なものはすべて消えてしまったのでしょうか。いいえ、消えていません。自然霊、土地霊への恐れ、神と人の境界が曖昧な感覚、共に食べ、酒を飲む、宴をする祭祀、山、森、海を聖なる場とする考え方、渡来人の文化という形を利用しながらも、縄文人のものの見方は変えない。これが日本文化の独自性だと言えるでしょう。縄文と弥生への移り変わりは、人種が入れ替わったというわけではなく、自然環境の変化に適応してライフスタイルを大きく展開させた、そんな時代だったのではないのでしょうか。一般的な説明では、縄文人にとって沖合漁がどれほど重要な経済基盤だったのか、結びつけて語られることがあまりありません。そのため、ライフスタイルをここまで大きく変化させる必要があったのかどうか、その必然性が見えにくくなっているのかもしれません。でも、何千年もの長い間、縄文人の経済を支えていた沖合漁を抜きにして、この劇的な変化の必然性を語ることはできないのです。そしてここにもう一つ、とても根本的なことでありながら、語られることがないために理解しにくくなっている重要な点があります。それは、渡来人たちは一体どうやって海を渡ってきたのかという問題です。縄文後期から弥生初期はまだ大型の帆船も精密な航路器具もありませんでした。戦乱や環境悪化から逃れてきた人々がただ船に乗れば偶然北九州に流れ着けたというほど単純な話ではありません。そこで重要な役割を果たしていたのは熟練した航海技術を持つ海洋民のネットワークでした。彼らはスンダランドが水没した後の海域を中心に活動し、交易や婚姻を通じて人と情報をつないでいました。沖合漁に携わっていた海洋民の一部は、そのネットワークのハブの一つとして、沿岸や河口部を拠点に活動していたと考えられます。稲作の技術者が求められている、そんな情報を大陸側に伝え、
希望する人々を募り、日本列島へ運んできたのも、この海洋民のネットワークだったのかもしれません。北九州だけに偏らず、川沿いの各地の小さな集落にまで渡来人が暮らしていた痕跡が残っているというのも、こうした背景があったからだと考えると、自然に理解することができます。この海洋民ネットワーク、実は古墳時代、中央集権化に向かう日本社会の中で一目置かれる重要な位置を占めていたということが、なんと神話の中にも現れているのです。次回は今回お話しした縄文時代の終盤から弥生時代への移り変わりを日本神話の世界を通して辿ってみたいと思います。沖合漁の暮らしが失われていくことにどこか寂しさを感じませんか？お祭りがあって、儀礼がたくさんあって、これぞ縄文っていう世界でしたからね。でも実は沖合漁って何千年も続くうちにやらないとならない儀礼がどんどん増えていって、終盤の魚があまり取れなくなっていた頃には、それがすでに大きな負担になっていたとも言われます。時代というのはこういうタイミングで移り変わるものなのかもしれません。だから私たちから見て惜しいと感じるほど当時の縄文人は惜しいと思ってなかったかもしれませんね。ほっとしたと思っていたかもしれません。そして沖合漁に燃やした情熱を今度は水田を築くことに注いだ。より多い収穫、安定して収穫するために渡来人を迎え入れた。泥棒が増えたから仕切りが必要になったという話ではないと思うんです。ご近所同士の関係を悪化させることのないような仕組みについて一生懸命考える。情熱を注ぐ対象は変わっても、人と人とができるだけ気持ちよく暮らせるように工夫し続ける姿勢は変わってない。そんな縄文人、やっぱりいいですね。このチャンネルではこのようにスンダランド的な視点から今までにない新しい発見をお届けしています。少しでも面白いと思っていただけましたらコメント、高評価、チャンネル登録で応援していただけると大変嬉しいです。最後までお付き合いいただいてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。